おかえりなさい、幸せの脳へ。今回は大きな無意識からのお知らせ、メッセージ、直感の特徴についてお話しします。ゆったりとエレベーター呼吸をしながら目を軽く閉じ、体の力をふわーっと緩めてお聞きください。大きな無意識からのメッセージの特徴は、一段深い意味がプラスされていることが多いということです。例えば、あなたが転職を迷っていたとします。今の仕事にやりがいが感じられない。転職したいけど、転職先ってあるのかな？もし転職するとしたら、どんな仕事がいいんだろう？どんな会社がいいんだろう？本当は自分で起業したいけど、できるかな？今の仕事を辞めるとしばらく収入が途絶えるけど、大丈夫かな？など、そのことにまつわる考え事や不安、迷いがたくさん出てきます。そんな時、大きな無意識に導きを求めましょう。さまざまな迷い、疑問を大きな意識にお任せしますという気持ちで、お腹の中に投げ込みます。それからしばらくはそのことについて考えないぞ。どうしたらいいのかを思考で解決しないぞ。という姿勢で待ちます。大きな無意識からの答えは、先ほど問いかけた転職できるか、転職するとしたらどんな仕事がいいのか、どんな会社がいいのかというたくさんの疑問に対して一つ一つ答えるようなものではありません。イエス・ノーでもありません。こんな時返ってくる答えは、例えばこんな感じです。何日か経ったすごくよく眠れた日の朝や、体調がいい時にふっと心に浮かぶこんな感じです。自分に対する愛を選ぶのだね。こんな感じのイメージがふーっと体の中に出ます。そしてこの時、愛という言葉と転職という言葉が重なって感じられます。全く思いもかけない答えです。これが大きな無意識からの答えの特徴です。つまり、転職すべきかどうかではなく、転職を選ぶんだということが、私は私をもっと大切にしようと決めたんだという象徴ということです。私は私を愛するということが、転職ということより深い意味として入り込んでいて、転職すべきかどうかというよりも、私は私を愛するためにどうすべきかという一段深い意味に変わってきます。そうすると、すべての答えがスルスルと出てきます。私は愛を選ぶ。だから
私が快適に感じられる、私が一番愛を感じられる働き方を探そうということに決まります。そしてこれは自分の中で、ああそうしたい、私は私をもっと大事にしたいというふうに、とても腑に落ちた答えを感じられます。そして収入や資金の関係はなんだかんだうまくいきます。大きな意識から返ってきた答えが来るときは、動きなさいというアドバイスなので、スルスルといろんなことがうまくいきます。私はこんなふうに働きたい、こんな仕事をしているととてもやりがいを感じられ、私はもっと自分を愛しながら多くの人のお役に立てるという働き方に出会うことになります。つまりイエス・ノーの答えではない、どの業種がいいですか、出版業ですというような答えでもない、あなたが問いかけた転職すべきですかという問いの一段二段深い答えが返ってきます。そしてそれが自分の考えとしてふーっと浮かびます。最初の問いかけにあったようなことがガラガラと崩れるように、一段深いものが見えてくる。それが自分にとても意味のあることだと感じられる。これが大きな無意識からの答えの特徴です。自分の考えのように浮かび、それが一段深いものであり、そして自分の中でとても腑に落ちた答えであるという特徴があります。その人にしかわからない。思考で出した結論だと、やっぱりやめといた方がいいかな、やっぱりやった方がいいよというようにコロコロ反転しますが、直感の答えはこれだという確信のようなものを感じます。答えを得やすくなるコツは、体の内側の神経と意識が馴染んでいること。そういう意味でエレベーター呼吸はとても万能なのです。大きな無意識からの情報は体の神経情報の電気信号。神経の電気信号は今ここにしかありません。体の内側を感じているときは今ここの神経を感じている。ふと思考に意識が向かうと、その間の体の電気信号は取り損ねてしまう。体の内側を意識で満たしている。意識がなるべく長い時間入って一緒の空間を満たしている。情報の電気信号の同じ場の中に意識も入っていると、大きな意識からの答え、メッセージ、導きを感じ取ることができる。何度も何度もエレベーター呼吸をやればやるほど、
体の内側の神経の電気情報である直感エリアに意識が馴染んでいき、答えや導きを感じられやすくなります。頭で何とかうまくやろうと思考を巡らせず、意識を内側へ内側へ、静かな方へ、刺激の少なくてぼんやりした感覚へ、電気信号の中に大きな無意識がいて体を満たしてくれるところへ近づいていく。命とともに意識も体の内側にあるという状態でいると、より自分らしく、より楽に、不思議なようにスルスルといろんなことがうまくいく、そんな生き方になっていきます。いろんな考え事で頭をいっぱいにしていると、思考に意識が持ってかれてしまう。今は望む方と全然遠くて、辛いことばっかりという状況で、あれがやだ、これがやだ、こんなことしたくない、辛いという思考が頭の中でいっぱいになり、ネガティブにとらわれたり、痛みや苦しみがあると、どうしてもネガティブな意識に向いてしまいますが、体の内側では肺が空気があるっていいなぁと喜びながら空気の出入りを感じているし、それで入ってきた酸素が血を巡り、細胞は酸素が回ってきて嬉しいなぁと感じています。食べたものの栄養が体を温めてくれて、生かしてくれて、頭が回っていろんなことを思いつく。いいなあいいなあというふうに命は常に感じています。そのような見方で嫌なことにとらわれず、望む方へ、願う方へ私は生きていくんだという気持ちでいると、どんどん大きな無意識に包まれている感覚になります。ありがたいと思うことに目を向けて感謝をし、体を管理してくれている大きな意識に感謝をする。そういう時間を少しでも増やして、意識を体の内側へ向けておく。身の回りの小さなことを感謝する。例えば、酸素があってありがとう。お日様は何もしなくてもいつも無償で照らしてくれて、暖かくしてくれてありがとう。そのおかげで植物が育ち、呼吸ができて、食べるものを与えてくれてありがとう。それをいただくことで、細胞たちが生き生きと私を支えてくれている。私を生きてくれてありがとうというあり方で、自分の望む方向に向き、大きな意識の神経情報が電気信号で今この瞬間しか存在しない体の内側に意識を向けておく。大きな意識からのお知らせ、メッセージ、直感を
受け取る環境を整えておく。これでどんどん望む方に自動的に近づいていくあり方になります。まとめると、大きな意識からのお知らせや直感の特徴は、自分の考えのようにふーっと思い浮かび、それが一段深いものがプラスされていて、そして自分の中でとても腑に落ちた答えであるという特徴があります。直感を受け取りやすくするためのコツは、意識をなるべく長い時間体の内側に向けておくこと。なんとかうまくしようと思考で頭をいっぱいにしない。そしてネガティブな思考にとらわれないように、目の前の小さなことに感謝をし、望む方に意識を向けておく。自分の心と体と意識が常に一体となり、どんどん楽に簡単に自動で自分の望む方向へ進んでいくというあり方になっていきます。それが大きな無意識とともにこの人生を歩む方法です。